こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。どことなく不気味で怖いイラストですよね。こちらの作品は総合学園ヒューマンアカデミーの札幌校の生徒さんの作品を添削させていただきました。テーマはダークで近未来な世界観のイラストとのことです。監視社会で疲弊してぼーっと夜ご飯を食べている女の子を描きました。普段描かないテーマと背景に挑戦しました。色味も普段使わない色を使いました。特に見てもらいたい点は、もっと世界観を伝えられるようになるにはどうすればいいでしょうか。背景のビル群を初めて描いたので仕上がりに納得できていません。キャラの表情やポーズなど、構図、小物の配置など、その他もっとこうすれば良くなることなどございましたら添削のほどよろしくお願いしますとのことです。はい、まずですね、書いたことがないテーマ、そして背景に果敢にチャレンジしたということなので、ここがねまず素晴らしいですね。特にこういう世界観って書く前にもうすでにね難しそうって尻込みしてしまうような、書くのが難しそうなことを想像してしまうので、そこを臆せずにね一歩踏み込んでいく作者さんの創作への姿勢、素晴らしいなっていうふうに思いました。最高です。はい、ただね、やっぱりねそこは初めてということもあって仕上がりに納得できていないっていうことです。反省点もいくつか挙げられていますね。でね、もう先に結論言っちゃうんですが、僕から見てこの絵で一番問題だなっていうふうに思ったのは、この絵を見てどんな気分になっていいのか、見ている人がいまいち分かりにくい絵になっているっていうことです。パッと見てね、作者さんが感じてほしいだろう不安感のようなものがいまいちね感じきれない絵作りになっちゃってます。細かく見ていくとね、背景にこういうちょっとこう不穏な建物があったり、あとはこれ細かいんですけども味気ないね完全食みたいなのを食べていたり、そういう一個一個のモチーフ選びはよくできているんですが、全体の雰囲気としてあまりね不穏な感じがしないんですよ。むしろこの背景の夕焼けによってねちょっとねほんわかしたような和んだ空気すらあります。そのあたりをどうやったら払拭してより作者さんのイメージに持っていくことができるのか解説していこうと思います。それでは早速いってみましょう。はい、まずですね、一番にね構図を見直したいです。というのはこのイラスト、今のところ主役がこの女の子に見えてます。でもね、僕はですね実はこの絵の主人公ってこの女の子ではないと思うんですよね。はい、まずはこうしちゃいます。はい、女の子を小さくしつつ中央下の部分に配置しました。僕がね人物を小さくすることってあんまりないですよね。珍しいですよね。でもこの絵に関してはこの女の子は主役じゃないので仕方ないです。誰が一体主役なのよってツッコミがあると思うんですが、焦らないでください。だんだん分かっていくと思うので楽しみにしていてくださいね。女の子を移動したので地面も整えていきますね。こうします。はい、地面の色を暗くしつつ思い切って後ろの部分を切り落として細い建物の出っ張り部分に座っているような感じに変更しちゃいました。どう考えても危ないんですけど、こんな場所でご飯を食べちゃうぐらい落ち着ける場所がこんなところしかないんでしょうね。この女の子目線もね虚空を見つめている感じ、かわいそうなんですが、この女の子の心の中は今不安や虚無感でいっぱいなはずなので、座っている建物の形状をさらに不安定にしてこの女の子の心理をそこでも表現してあげたいんですね。ただこれだと地面の形状がね少し味気ないので少しシルエットに変化を持たせます。はい、こんな感じ。電柱的なシルエットを足すことでこのね単調な形にアクセントを加えて面白みのある形にしました。内容的にはね寂しそうな怖いようなイラストではあるんですが、絵としては寂しく簡素にしちゃダメです。面白いシルエットを追求しなきゃ見ている人の心に刺さりませんからね。はい、手前のねこの小物部分も調整していきます。はい、こんな感じ。女の子の周りの形状はこんな感じでいいでしょう。そしたら次、いよいよこのイラストの主役を描いていきます。僕が思うにこのイラストの主役はこの子でしょう。はい、このね新型アンドロイドのこの子
こそ僕はこのイラストの中心にあるべきだと思いました。近未来のこの世界ではアンドロイドが普通に家庭に普及した世の中で、一見何でもやってくれて便利なアンドロイド、人々は何不自由なく生活を送れるようになりました。でもね、その結果としてこの女の子は笑顔を失っています。優しげなアンドロイド、そしてその一方で無表情な女の子、この2つの対比を描いてあげることが実はこのイラストの一番のテーマだと僕は思うんですね。はい、そういう意味でより対立を分かりやすくするために Android の表情も少し見直していきますね。はい、こんな感じ。優しげに手を差し伸べつつ笑顔なアンドロイド。このアンドロイドだけ見たら可愛くて便利そうな感じがしますが、手前の女の子の表情と合わせてみると、あれ、もしかしてこのアンドロイド良くないものなんじゃないのと見ている人に疑問を持たせる仕掛けになります。さあ、映像だけ浮いているのもちょっと不自然なので、威圧的なビルを中央にドンと配置してみましょうか。やってみます。はい、こんな感じ。上に向かってね、少しすぼまっていくような煽りパースをかけました。こっちの方がビルの高さが強調されるので、この女の子の小ささや存在としての希薄さを強調できます。それとビルはね、直線ツールなどできちっと描いてもいいんですが、今回はあくまで添削なのでラフにね、描いていきますね。はい、シルエットだけだとビルに見えないので明かりも付け加えていきましょう。こうです。はい、こんな感じです。明かりを入れるとそれだけでね、ビルっぽくなりますよね。それと今 Android の映像が真四角なんですが、それだとちょっと近未来感が薄いような感じがしますので、ちょっとホログラム的にね、浮かせるような映像にしてみたいと思います。やってみます。はい、こんな感じです。徐々にね、不穏な空気が増してきた感じがしませんでしょうか。まだまだこれで終わりじゃないですよ。最初にね、軽く言ったことなんですが、このイラストの雰囲気としては夕焼けはそぐわないような気がしています。というのも、夕焼けってちょっと懐かしさや郷愁を感じさせるような演出だからです。その路線でもね、考えられないことはないんですが、今回のプランには当てはまらないので、背景の色を少し見直しますね。はい、背景の色を化学の匂いのする無機質な青に変更しました。その上で画面左側のビルも加筆していきますね。はい、こんな感じ。目玉のピラミッドもここに持ってきました。実はね、この目玉ピラミッドも主役にすることはできたんですが、ちょっと今回は女の子とアンドロイドの対比構造の方に心惹かれたので、そちらを優先してしまいました。さあ、続いてビルの明かりも追加していきます。はい、こんな感じです。ちなみにね、ビルの明かりの描き方はまあまあ簡単で、ラフに描いていく分にはこんな風にね、横線でこうシャッ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 とこう描いていって、あとは消しゴムで縦にこんな風に消すだけ。
ちょっとねランダムに消していくことで明かりがついているついていないも表現することができますね。はい、こんな感じでねビルの明かりっぽくなりました。結構簡単でしょ。それと高いビルとか遠くのビルを表したい時にはビルの明かりは細く何本も入れた方がいいです。この元のイラストはですね明かりが太くて本数が少ないのでちょっとスケール感が小さくも見えてしまっていたんですね。作者さんが追い求めていた感じと違ったのはそこもね大きな原因だったのではないでしょうか。さあ逆側の右側のビルのシルエットも描いていきます。はい、こんな感じ。サクサクいきましょう。こちら側の明かりも追加していきますね。はい、こんな感じ。明かりの色を何種類か変化させるとそれだけでたくさんのビルがあるんだよっていうことを表現することもできますね。あとですねこんなことをやっても手前と奥とで世界観を分けられるので効果的です。こうですね手前に電線を描くことで女の子がいるところと奥のビル群との間の空間を強調することができると思います。さあここからは仕上げの作業です。より雰囲気をアップするためのテクニックを紹介します。まずはこうです。はい、足元を真っ赤にしちゃいました。サイケデリックな赤で印象的に街を照らしてあげることでこの街はすごく発展を遂げているんだっていう表現とあまり良い世界ではなく不穏な空気が渦巻いているんだというネガティブな雰囲気も同時に書き表すことができます。でその上でこうですね。はい、人物を思い切って緑色の影に沈めてみました。こうすると、単純に考えればめちゃくちゃこの子が見づらくなるはずなんですけど、でも見てください。あれ、この女の子一人でこんなところで何か食べてどんな表情なんだろうってね、余計に気になって目を凝らしてしまう感じありませんか？影に沈めるっていうのは実は逆に書いてあるものを気にならせるという効果もあったりするので、内容によってはすごく効果的な方法です。覚えておいてください。さあ背景の赤いライトの影響をこの女の子にも書き入れていきましょう。はい、こんな感じ。緑と赤の補色対比が入ってよりこのイラストを印象的な見栄えにしてくれました。最後に監視社会の象徴たるこのね、ふわふわ浮いている玉、勝手に玉ちゃんって呼んじゃいますが、玉ちゃん入れ直していきましょう。はい、こんな感じ。今回の添削は以上となります。並べて比較していってみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか？さらにね、不穏な雰囲気が増しつつ、主題のこのアンドロイドと女の子の関係性が分かりやすくなりつつ、この街の抱えるね、問題も浮き彫りになったのではないでしょうか。はい、今回の添削では、この絵の主人公が誰なのか設定を見直しつつ、背景を中心に添削してきました。このイラストの主役は、僕はどちらかというと、この女の子ではなく、背景、特にこのアンドロイドの女の子の広告を中心としたディストピアな世界観だと感じました。なので、女の子を小さくして逆に背景を広げたわけです。そして女の子に影を落とすことで背景との対立構造を明確化して見ている人に不安感を煽るような印象を作り上げてみました。絵を見る人って書いてある内容よりもパッと見の印象の色使いで受け取るメッセージを読み取る部分も大きいので、色使いには特にね注意が必要だと思います。はい、それとですね、今回のようにコンセプト強めのイラストって好きなんだけど描くのはちょっと苦手なんだよなっていう人はこちらの添削も面白いかもしれません。気まぐれ添削128ですね。この動画
画も合わせて見てみることで、あなたの伝える力ぐぐっとアップすると思いますよ。それでは最後にあのコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてみてくださいね。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。